夜更かしにちょうどいい話、持ってきたわ。大阪大学発の G メドが、ALS の人向けの装置で今年中に治験を始める計画なのね。頭で文字を打つなんて、かなり未来が近いのだ。メタン先輩、いきなり来いけど気になるじゃん。じゃあこの話から行こう。まずは、頭に電極を埋めて文字を選ぶ装置の話なのだ。ALS の人向けなのね。筋肉がだんだん動かなくなる難病だわ。言いたいことを文字にできるなら、生活のしんどさがかなり違うじゃん。画面のひらがなを1文字ずつ選んで入力する仕組みなのだ。治験は安全性と有効性を確かめる段階よ。だから、使えるかどうかを丁寧に見る必要があるよね。頭に埋め込んだ電極で脳波の変化を読むから、精度を高めやすいのだ。脳と機械をつなぐ技術は、ブレイン、マシン、インターフェースって呼ばれるのよ。要は、脳の合図で機械を動かすってことじゃん。しかも、この方式の治験は国内初と見られるのだ。でも新しい分、どんな条件で使うかはかなり気になるわね。病気が進んだ人ほど助かる一方で、負担も小さくないはずだよね。意思を伝えられないと、痛みやかゆみまで伝えにくくなるのが辛いところよ。そこを支える装置なら、最低限の生活の質を守る助けになるのだ。これ、みんなも気になるじゃん。家族や自分の毎日がどう変わるか、想像しちゃうよね。そうね。研究が進んだ先で何が選べるようになるかが大事だわ。続いては、お店の仕組みを見直す話なのだ。セブンイレブンジャパンがオーナー向けの新しい契約体系を入れるのね。50年ぶりってかなり大改造じゃん。ブランドの使用料、いわゆるチャージ料を軽くするんだって。チャージ料は本部の看板や仕組みを使うために払うお金よ。毎月の固定費が減るなら挑戦しやすくなるよね。売れ残った食品の廃棄負担も軽くするのだ。そこは現場の負担に直結するからかなり大きいわ。アンシも近くの店で人手がギリギリっぽいのを見ると心配になるじゃん。人口減少と人手不足で国内の店舗数が頭打ちって背景もあるのよ。2030年度までに国内で1000店舗増やす計画なのだ。増やしたいならまず回せる人を増やさないとだよね。改革、リフォームって感じの見直しね。家計で言うと固定費を少し軽くして次の一歩を出しやすくする感じなのだ。こういう見直し聞くと思うじゃん。アンシは現場の空気が変わる鍵になるよね。実際オーナーのなり手不足が少しでも和らぐかが見どころね。最後は京都賞の受賞者が3人発表された話なのだ。京都市の稲森財団が科学や芸術の発展に貢献した人へ贈る賞よ。分野が違う人たちが並ぶのなんか面白いじゃん。先端技術部門では宮坂勉さんが選ばれたのだ。ペロブスカイトは太陽電池に使われる特殊な材料よ。薄くて軽くて曲げられるって置ける場所が増えそうだよね。従来の太陽電池より設置の幅が広がるのが強みなのだ。その広がりが世界のエネルギー問題に効くと評価されたのね。革新、イノベーションって言いたくなる話じゃん。基礎科学部門では海のホロ生物が炭素循環で果たす役割を解明した人が選ばれたのだ。目に見えにくい研究ほど地球の仕組みを支えていることがあるわ。思想、芸術部門は音楽や美術や映像を融合したローリー・アンダーソンさんなんだよね。授賞式は11月で賞金は1億円とメダルが贈られるのだ。こういう賞で一番気になるの次にどんな技術が広がるかじゃん。アンシなら実用化の速さに注目するよね。結局静かな研究も派手な表現も世界を広げる力があるのよ。そういえば科学つながりで一つ面白い話があるわ。何なのだ？サイエンスっていう雑誌1880年に創刊されたの。そんな昔からあるんだ。長い歴史じゃん。今は米国科学振興協会Sが発行していて世界でもかなり権威が高いのよ。そんなにすごいのだ。掲載される論文はかなり厳しく選ばれて投稿の 10% 以下しか載らないとも言われているわ。だから研究者にとって載るだけでかなり大きいよね。今日は医療の未来、コンビニの仕組み、京都賞までいろんな話が並んだのだ。
概要欄にリンクもあるから、気になった話はそこから見てみてね。コメントでどのニュースが一番引っかかったか教えてちょうだい。また次回も一緒に気になる話を追いかけるのだ。